無理なダイエットをしていると、心臓が止まることがある。なぜか。大雑把に言うと、人体は骨と肉でできている。だから育ち盛りはカルシウムを欠かすことができない。普通の食事を朝昼晩とって、運動をしていれば問題はないが、栄養が偏りやすい無理なダイエットを繰り返すと、カルシウム不足となる。カルシウム不足は成長に影響を与えるだけではなく、脳の働きも左右し、心臓の筋肉の痙攣を招くこともある。しかも、不機嫌になりやすいので、腹を立ててぽっくりということも起こるんです。酒を飲む前に牛乳を飲むと、なぜ悪酔いしないか。酒は肝臓で分解され、アセトアルデヒドに変えられ、さらに酢酸となって体外に排出される。その時肝臓はタンパク質、脂質、ビタミン B 群、ビタミン C などを大量に消費するので、これら栄養分を豊富に含む牛乳を飲んでおけば活性化され悪酔いしない。牛乳の皮膜が胃壁を保護して悪酔いしないという俗説は間違い。飲み屋の提灯はなぜ赤か。色彩心理学によると、赤は副交感神経を刺激し、胃腸の働きを促すので、食欲が刺激される。それに赤は遠くからでもよーく見える。酔っていると赤しか目に入らなくなる。ちなみに青色は食欲を抑制する効果があると言われております。浦島太郎が助けた亀はオスかメスか。海岸で生まれたウミガメの赤ん坊は海に入るとそのまま一生を海中で過ごす。が、唯一産卵の時だけ砂浜に上がってくる。だから、浦島太郎が助けた亀はメスである。ウミガメは陸上では子供に捕まるほど歩くのが呪いが、海の中では泳ぎの名手だ。前足を鳥の羽のようにバタバタ動かし、まさに海中の鳥のようにハイスピードで泳ぎ回る。昆布やサザエが好物である。亀は万年というが、本当のところはどうなのか。1万年はオーバーにしても、いろんな記録を見ると、亀が長生きなのは間違いないようである。1766年にフランスの探検家が年齢50年くらいのアルダブラゾウガメを捕まえたが、その後も生き続け、1918年に事故で死んだということだから、その亀は202年くらい生きたことになる。事故に遭わなければ、もっと生きただろう。その他、アメリカのハコガメの138年、ヨーロッパヌマガメの100年以上という記録もある。豆腐、納豆、揚げ、枝豆など大豆系食品を食べると脳に良い。なぜか。豆腐や納豆などの大豆食品を食べると頭が良くなるとよく言われる。それは大豆に含まれている
レシチンが脳の働きを活発にするからである。脳は1000億個以上の脳細胞のネットワークと言うべきものだが、ネットワークの伝達を担っているのが神経物質のアセチルコリン。その原料となるのがレシチンだ。うなぎ、鶏卵、ごま、大豆に豊富に含まれているが、中でも大豆のレシチンは脳の活性化には効果てきめんである。鉄でできた重い船がなぜ水に浮くか。水に浮くのはそのものが同じ体積の水より軽い場合である。1立方メートルの水と1立方メートルの木では木の方が軽いから浮く。鉄は重いので沈む。では、鉄を水より軽くするにはどうすればいいか。体積を大きくして中をくり抜けばいいのである。大きな体積の鉄の中身をくり抜けばどんどん軽くなり、やがて同じ体積の水より軽くなる。同じ原理で、鉄でできた船の中は空洞だから水より軽い。だから浮く。ビキニの水着のビキニとは何のことか。フランス人デザイナーのルイ・レアールが当時としては露出面積が異常に広いショッキングな水着を1946年7月5日にパリのファッションショーで発表した。この4日前の7月1日にアメリカが太平洋のビキニ環礁で核実験を行い、世界はこのショッキングな話題で持ちきりだったが、そこに登場したのがこのショッキングな水着だった。そこでレアールはショッキングとショッキングを結びつけてビキニと命名したのである。女性や子供の甲高い声をなぜ黄色い声というか。黄色い声というのは仏教のお経から来た言葉である。お経といえば眠くなるような単調な響きだが、中国から伝わったばかりの飛鳥時代にはもっと音楽的な皇帝強弱の響きがあった。そして、どの箇所の声を高くし、どの箇所を低くするかは、お経の文字の横に色で印がつけられた。その中の一番高い音が黄色だった。そこから甲高い声を黄色い声というのである。神社や公園の鳩はなぜ人を見ても逃げないか。駅のプラットフォームにも出没し、足元を歩き回る鳩だが、昔から公園や神社の境内にはたくさんいる。見慣れた光景なので見過ごしがちだが、不思議なのはスズメやカラスと違って平気で人に近づくことだ。餌を差し出すと腕に乗ってくる鳩もいる。なぜ人を恐れないのだろうか。それはこの鳩がドバトといい、もともと人に飼われていた伝書鳩用の瓦鳩が鳩小屋から逃げ出し、あるいは伝書、レースをしている最中に
脱落して野生化した種類だからである。人に飼われていたから恐れず平気なのだ。チャッキチャキの江戸っ子というが、チャッキチャキとは、音からすると威勢のいい江戸っ子を表す語源から来た言葉のように思えるが、茶器を表す漢字がある。着手や着難、着流の着で、チャキチャキは着々だ。着は正しい血統を意味する言葉だから、着々はそれを二つ重ねて、正当で生粋のという意味になる。一代目や二代目ではなく、三代以上続いた江戸っ子ということだろう。地球の周りを回っている静止衛星はなぜ静止しているか。気象衛星、通信衛星などの人工衛星はすべて地球の周りを回っている。一定の速度で回っているから、地球の重力、引力に惹かれているにもかかわらず、落ちてこない。静止衛星も赤道上空36,000km の円軌道上を回っている。人工衛星がこの高さの軌道を回るのに要する時間は24時間、1日である。地球も24時間、1日で自転しているから、人工衛星の地球に対する速度は0ということで静止する。並んで走っている同じ速度の車同士が互いに相手に対して静止しているのと同じ原理だ。400トンもある重い旅客機がなぜ空を飛べるか。飛行機が空を飛ぶのは、両方の翼が大気を切って進むとき、揚力という上向きの力が生まれ、機体を持ち上げるからだが、なぜ揚力が生まれるかというと、大気に重さ、気圧があるからである。大気の層の重さは、地上で1平方センチメートルあたり約1キログラム。だから、巨大な旅客機の翼には約5000トンもの重さがかかっている。にもかかわらず、潰れないのは上からだけではなく、下からも横からも同じだけの気圧がかかっているからである。このバランスが崩れると、旅客機は上か下かどちらかに向かう。専門家によると、両翼上面にかかる気圧が下面より 10% 小さくなるだけで400トンの機体は浮き上がる。すなわち、旅客機が機首を上げスピードを増すと、翼上を流れる大気が加速され、下を流れる大気より速くなるので、流れが速くなると圧力が下がるというベルヌーイの法則によって上面の気圧が下がり、機体は下から押し上げられて空を飛ぶ。さて、ジェット機は高度1万メートルの航空を飛行するが、これは航空の方が空気が薄く抵抗が少ないからである。しかし、航空ほど酸素が希薄になり、燃料効率が悪くなる。そのバランスがちょうどいいのが1万メートルあたりである。水道の水の出口をなぜ蛇口というか。1898年、明治31年、東京に多摩川から引いた水をろ過して貯水池に溜め、
鉄管や鉛管で排水する新しい水道が登場した。ただ、各家に引くには料金が高かったので、共同水道として使った。この水道の出口が竜の顔の形をしており、口から出る。各自が持っている開閉錠を頭部の穴に差し込んで回して出した。日本神話のヤマタノオロチが竜であることからわかるように、日本では竜は大蛇なので、水の出口を蛇口と言ったのである。なぜ水道の蛇口の中にはギザギザ金具がついているか。見てわからなければ指で触ってみるといい。この金具は整流板といい、水が乱れのない一本の水流になるよう調整するために取り付けてある。水道管は蛇口に到着するまでいろんなところでくねくねと曲がってきている。その中を水も曲がり、くねりながら流れるが、この曲がる運動が慣性となり、このままでは蛇口からシャワーのようになって飛び散る。そこで整流板で広がろうとする水を中央にまとめて一本にしている。今、水道から出てきた水は恐竜のおしっこだったかもしれない。なぜか。水道の蛇口をひねれば水が出てくる現代生活では、この水が太古の昔から循環して現在に至っていることを忘れがちである。地球全体の水は全部で13億8600万立方キロメートルくらいとされているが、この水は雲になったり、雨になったり、湖や川の水になったり、海になったり、恐竜時代には恐竜の小便だったりしたかもしれないのである。その同じ水が地球の力で浄化され、生命を維持しながら今日も循環しているのだ。エベレスト山頂部からヒトデの仲間のウミユリの化石が出た。なぜか。世界地図を思い浮かべてもらいたい。今はアジア大陸と陸続きになっているインド半島だが、5000万年前は島だった。それが地殻変動によってアジア大陸に衝突し、そのまま押し上げてヒマラヤ山脈ができたのである。だからヒマラヤ山脈は太古時代は海底だった。その証拠にエベレスト山頂部からはヒトデの仲間のウミユリの化石が出、またヒマラヤ山脈の至るところで古代貝アンモナイトの化石が見つかっている。伊豆半島はかつて南方に浮かぶ島だった。なぜそんなことがわかるか。インド半島がアジア大陸にぶつかったように、小規模ながら伊豆半島も小笠原諸島のあたりにあった島が地殻変動によって日本列島にぶつかり半島になった。その証拠とされているのは半島各地で発見される有孔虫化石。この虫は小笠原諸島に生息している種類である。さらに伊豆半島の奥の丹沢山海もかつては島だったと考えられている。
なぜ飛行機雲ができるジェット機とできないジェット機があるか。雲は大気中の水蒸気が上空で冷やされ、水滴となり、これが大気中の塵にくっついて氷結したものである。飛行機雲も雲の一種だから、同じ原理でできる。つまり、ジェットエンジンから吐き出された水蒸気がガスに含まれる塵にくっついて氷結するわけだが、その条件はマイナス30度以下。そんな低温になるのは高度6000メートル以上ということになる。また、高度は十分でも大気が乾燥していると水蒸気は瞬間的に消えるので、ある程度の湿気も必要である。これらの条件が満たされたとき、飛行機雲ができる。東大寺の大仏が東京まで休まず全力で走ったら何時間かかるか。奈良東大寺の大仏様の顔は奈良時代の大仏の顔としてはちょっと奇妙な感じがする。それもそのはず。頭部は1258年前の東大寺建立時のものではなく、江戸時代に後継商人によって新たに鋳造されたものだからだ。建立時のものは台座、腹、指などごく一部だけ。さて、この大仏さんが立ち上がって東京まで休まず全力疾走したらどのくらい時間がかかるか。歩幅をもとに計算した人がいる。約7時間だそうだ。中秋の名月になぜすすきを飾るか。昔はすすきをかやぶき屋根の材料に使ったので、村にすすきの草原が確保されていた。家畜の飼料にもなる。イネ科の植物なので、中秋の名月の頃には実った稲穂とよく似た姿となる。この時期、旧暦の8月15日、新暦だと9月中旬頃、まだ実った稲穂を飾るには早いので、その姿がよく似ているすすきで代用した。また、すすきには神様が取り付くという自然信仰もあったので、月見に飾って神様と一緒に静かに時を過ごすのである。なぜ関西の生垣は竹や常緑樹、関東は欅が多いか。関東平野を走る JR に乗ると大きな屋敷の周りを囲む欅の防風林に目が行く。なぜ欅かというと、関東の大風は台風だから夏に葉が生い茂る欅は風よけになる。しかし、大風のない冬の関東は寒いので、日差しがさんさんと降り注ぐ方がいい。その点、欅は冬には葉がなくなるので、都合がいい。関西は暖かいので、陽光より目隠しとしての生垣だ。だから葉の茂っている竹や常緑樹を植えている。人の噂も75日というが、なぜ75日か。冬至、啓蟄、
虚空、立秋、小節といった季節の区切りがある。昔は15日を一節気とし、1年を24の気候の区切りで分けた24節気を使っていた。そこで75日だが、これは15日かける5だから5節気分となる。24節気では、節気が5回巡ると、春夏秋冬の次の季節に移る。つまり、75日は、そこで一つのことが終わる。終わって次に移るという、目安の日数となっていた。だから悪い噂も75日で消えるとされたのである。さすが課長、海線山線ですねと褒めたつもりがムッとされた。なぜか、上司の巧みな交渉術に敬意を込め、さすが海線山線ですねとやって嫌な顔をされたことはないだろうか。それは海線山線には経験豊富で何でもこなせるという意味のほか、したたか、裏に詳しい、悪賢いといったニュアンスがあるからだ。海に1000年、山に1000年住んだ蛇は竜になるという伝説から世間に通行し、悪にも少しばかり手を染めている人といった意味がある。しかも、揶揄する言い方になるので、言った本人も自分も少しばかり海線山線ですよというニュアンスが相手に伝わる。すると相手はお前と同類にするなと思ってさらに不快になるのである。なぜごちそうに走るという字が入っているか。粗食の禅宗のお寺でも客が来ると精進料理ではあるが、何品かでもてなしだ。しかし、常備には限りがある。そこで食材はまかないが走り回って、地層して集めた。そこから客をもてなす料理を地層と言い、それが今のごちそうにつながった。元旦は寝正月で終日過ごしますというのは間違い。なぜか。元旦は元日とイコールではない。なぜなら元旦は初日の出のことだからである。そこから広がって元日の朝、午前中となった。元日の実は地平線から太陽が出てきたところを表す象形文字だ。午前中だから寝正月で一日過ごすは間違い。カレンダーに元旦とだけ表記しているのも間違いである。青田狩りと青田買いはまるで違う。どこがどう違うのだろう。ものの本の中には、青田狩りと青田買いを同じ意味で記述しているものもある。青田狩りは戦国時代の戦法の一つで、敵の城を囲んだ攻撃隊がまだ青い田んぼを刈り取ってしまうこと。秋の収穫ができなくなるので、それを見た守る側の兵士、農民が多数いたは、急速に戦意を失ってしまった。それが狙いだ。青田買いは将来の収穫を見越して、稲がまだ青いうちに買い占めてしまうことだから、青田狩りとは意味も目的も違う。就職戦線でよく使われるのは青田買いで、
青田狩りは間違い。どこの馬の骨だかわからないというが、なぜ馬か。中国では役に立たないものの例えを1に桂六、2に馬骨という。桂六は鶏の肋骨だが、これは小さいのでゴミ捨て場に捨てれば片付く。役立たずだが邪魔にはならない。しかし、馬の骨となると大きくて捨てるのに困る。そこから誰にも大切にされず、ゴロゴロしている人という意味になった。非常に大切なもののことを虎の子というが、なぜ虎か。虎の子の100万円を株で失ったというが、これは虎が子供を可愛がり、非常に大切にすることから出た言葉だ。ウィキペディア、ネット百科によると、虎は発情している2日間に約100回交尾をし、100日後に体重 1kg ぐらいの小虎を2、3匹産む。インドから中国、朝鮮半島、シベリアと広い地域に生息しているが、数は極めて少ない。シベリアにいるアムールトラは体長 2.5 メートル、体重は 300kg もあり、猫科で最も大きい。単独行動をとり、性格は極めて神経質である。アリの入る隙間もないというのは間違い。なぜか。正しくは、アリの這い出る隙間もないである。入る隙間がないなら、出る隙間もないのだから、同じではないかと思うかもしれない。しかし、まるで違うのである。なぜなら、これは城攻めについての言い回しだからだ。城攻めをしている側が、誰も逃げ出せないよう、包囲を固めたということを言っている。包囲して敵が弱るのを待つのだが、この敵が弱るのを待つというところに力点がある。入る隙間もないだと、城側が守りを固めたことになり、敵が弱るのを待つという意味は消える。国破れて山があり、白春にして草木ぶかしも間違い。なぜか。徒歩の歌、春望の一節だが間違い。間違いは国破れて山がありの部分。破れては負けてとは書かずに破れると書きます。正しくは国破れて山がありだ。日本では戦で敗れたら領主は滅ぶが領地や民は残った。しかし昔の中国では戦争に負けると王だけでなく国も領土も民もすべてが消滅させられたのである。すべてが消える過酷な運命だから破れると書いて国破れるである。徒労に終わることを元の木阿弥というが、木阿弥とは戦国時代、筒井淳昌という武将が大和を治めていた。淳昌が病気に倒れたとき、息子の淳慶は2歳だった。自分の死がわかると攻め込まれると案じた淳昌は
影武者を立てるよう言わした。そこで選ばれたのが、準将に声がそっくりの黙阿弥という盲目の僧侶だった。そして、薄暗い寝床から命令を発し、周囲の人を騙し続けたのである。しかし、息子の純慶が成長すると、お払い箱となり、盲人の生活に戻された。元の黙阿弥になったのである。下手物を食べるというが、下手物とは、国語学者の大野進氏によれば、下手物の下手は、下の手て書いて、下手。上等な上物と書いて、上物に対して、上等でないものを下手物と言っていたが、下より下手の方が語呂がいいというので、下手物になった。下手の下も手も50音のえ行だが、この音はもともとの日本語にはなかったというのが大野説。だから、ヘラヘラベタベタ、ゲラゲラなどのように、え行の音は良くないことを表すとき使われる例が多いのだと言います。ビタ一文渡さないというビタ一文とは何か。ビタ一文は漢字で金辺に悪と書いてビタ。それでビタ一文と書く。ビタ銭というのは室町時代に本物の通貨を型に取り、それを鋳型にして作ったもので極めて粗悪な通貨のこと。この時代は銅銭は輸入されたものがほとんどだったから、こんな方法で自分で勝手に作ったのだ。しかしあまりに粗悪なので、ビタ銭は4文で本物1枚と交換された。つまりビタ1文は実際は4分の1文の価値しかない最低の通貨だったのである。すなわち、ビタ一文渡さないとは、そんなボロ貨幣すら渡さない、全く渡さないという意味になる。江戸時代、大阪の米相場はすぐ全国に伝えられた。どうやって伝えたか。江戸時代の経済は米を中心に回っていたので、全国の商人は大阪堂島の米相場の情報を一刻も早く手に入れる必要があった。そこで考えられたのが望遠鏡、沿岸鏡を使って信号を次々に伝えるやり方。記録によると岡山に15分、広島には1時間弱で伝えられた。取引所に櫓を組み、手旗信号で望遠鏡で見ている中継地に情報を送り、さらに中継地から中継地に伝達していったのである。のろしや飛脚で伝えたのではない。電話のない江戸時代、主婦のちょっとした用事は他の家にどうやって連絡したか。江戸時代、武家の主婦は手紙のやり取りはしなかったので、他の家に連絡をするときは、口上を述べる中働きという下女を走らせた。女の長電話ではないが、主婦の使いだから要件は様々。しかも長いのが常。このため、使いに走る中働きは、挨拶はもちろん口上を忘れない記憶力が必要だった。その上、相手の要件も聞いてこなくてはならない。つまり、彼女たちは江戸の人間電話機だったのである。
歳時記で竹の秋は春の季語。秋という字があるのになぜ春か。春になると竹林では竹の葉がハラハラと落ちて秋のようである。これはタケノコが芽を出し、若竹が次々と伸びるので、大人の竹が養分を取られ、葉が力を失って落ちる現象である。その様子が枯れ葉舞う秋のようなので、歳時記では竹の秋というが、春の出来事である。夏が過ぎ秋になると、養分は竹林全体に及び、葉は青々と勢いをつける。陽光を受け、光合成を活発に行い、来るべき春に備え、根に養分を蓄える。書き入れ時に書き入れるのは、お金やお客ではない。では何か。パソコンで書き入れ時を変換すると、書いて入れる時と書いて書き入れ時と出るが、これが正しい。商売繁盛で代金や客を書き入れるのではないのだ。とは言っても、商売繁盛を表すことには違いはない。江戸時代の商家は掛け売りだったから、客に何をいくら売ったかを綿密に帳面に記録した。それをもとにして、盆と暮れに代金を回収していた。だから商売繁盛の時とは、帳面に書き入れるのに忙しい時、すなわち、書いて入れる時で書き入れ時である。首都東京の道路はなぜ京都のようにまっすぐに整備されてないか。京都は道がまっすぐ伸び、碁盤の目のような街並みだが、東京は環状道路に代表されるようにまっすぐではない。これは徳川家康が江戸の町を作るとき、用心のため敵がまっすぐ江戸城に攻め込まないようぐるぐる巻きの道にした名残である。東海道、中山道などの大きな道は江戸に入るとぐるっと回り小伝馬町に集められた。ただ甲州街道だけはまっすぐ江戸城に通っていた。これは将軍がいざという時、甲府の徳川家に逃げられるよう退路を確保したのである。相撲の行事の掛け声は、八景よい残った。八景よいとは、残ったは残ったで、まだ勝負がついていないということを言っているとわかるが、八景よいとは何か。何の意味だろうか。これは漢字で、八気揚々と書く。それゆけ、それやれ、もっとやれといった意味だ。行事はこの声をのべつ幕なしに出しているのではなく、よーく見ていると、両者の動きが止まった時などに出す。気合を入れているのだ。日本で初めて散歩をしたのは勝海舟である。なぜか。ぶらぶら歩くのは江戸時代以前もやっていただろうが、散歩という明瞭な目的を持って歩いた日本人は勝海舟が最初である。海舟は日本に来ている西洋人の多くが街中をテクテクただ歩いていることに気づき、不思議なことだと思った。そこで一人の西洋人に尋ねてみると、プロムナードだという。真似てやってみるとこれが案外気持ちよかった。そこで海舟はプロムナードを散歩と翻訳し、日々実践することにしたのだ。
聞いた風なことを言うなというのは間違い。正しくは、会話ではわからないが、聞いた風なことと口にした人に書いてもらうと、ほとんど耳で聞いた風なこととなる。小耳に挟んだ程度の知識をひけらかすという頭があるからだろう。正しくは聞いた風だ。聞くは鼻が利く、気が利く、目端が利く、起点が利くの利くだから、よく働く、物事によく通じているという意味である。なぜ太平洋は太いという字で、大西洋は大きいという字なのか。太平洋の名付け親はマゼランである。1520年から1521年にかけての大航海中、南米南端のドレーク海峡で荒天と荒波に悩まされ、やっと南米大陸の西に広がる太陽に出たマゼランは、そこが静かで平穏だったことから、太平という意味のポルトガル名をつけた。それを日本語に翻訳して、太平と太平は同じ意味だというので、太平洋となった。大西洋は中国語で、西洋を表す大西が語源で、もともと大西洋と言っていた。西洋の向こうの大きな海だ。それがいつの頃からか大きな海を表すには大西洋の方がいいとなった。女心と秋の空というが、なぜ春の空ではないか。女心は秋の天気のように目まぐるしく変わるというのが女心と秋の空だが、秋は運動会や遠足が催され、晴天続きでそんなに激しく天気が変わるという印象はない。むしろ春の方が霞がかかったり、満開の桜に雪が降ったりと変化が目まぐるしいのではないかと思える。しかしこの言い回しはやはり秋でなくてはならない。なぜなら秋と飽きるをかけて女心は秋っぽく変わりやすいと言いたいからだ。縄文人は人肉を食べていたというモース説。本当か？嘘か？教科書にも載っている大森貝塚、縄文遺跡の発見者であるアメリカ人モースが縄文人は人肉を食べていたと指摘したことはあまり知られていない。貝塚から銃骨と一緒に人骨が出土し、しかも細かく砕かれていたことがその根拠である。これに対し、縄文遺跡に詳しい樋口清之氏は、この時代、亡くなった人はゴミとして処理されたので、ゴミ捨て場だった貝塚から人骨が出土しても不思議ではない。また、温暖だった縄文時代は食料が豊富で人肉食の必然性がなかったと反論した。現在は樋口説に落ち着いている。上映中の映画館に入ると一瞬何も見えなくなる。なぜか。目の網膜には明るい光の下で働く円錐形の視覚細胞と薄暗い光の下で働く棒状の視覚細胞があり、一方を使っているときは他方は休んでいる。休んでいるとは
例えば棒状細胞だと、ロドプシンという物質がビタミン A とタンパク質に分解されている。夕刻になってだんだん暗くなると、この2つが合成され、ロドプシンとなって棒状細胞は働くようになる。すると薄暗いところでも見える。合成に時間が必要なのだ。だから暗い映画館に入ると棒状細胞は急に機能できないので何も見えない。時間が経つと見える。除夜の鐘はなぜ108つつくか。人間の煩悩は108つあり、それを突き出して新しい年を迎えようというのが除夜の鐘である。すなわち煩悩が生じるのは目、耳、鼻、舌、体、意志の6根があるからで、6根はそれぞれ良い、普通、悪い、楽しい、苦しい、何もないの6通りを感じる。これで36だが、そのそれぞれに過去、現在、未来の3通りがあり、合計108つとなる。多くの木の実はなぜよく目立つ赤や黄色なのか。カラスウリやスズメウリは実が真っ赤で上を向いて生えている。鳥に食べやすいように生えている。中を割ると納豆状にネバネバしている。これも鳥が種ごと飲み込みやすいようになっている。ほとんどの木の実が赤や黄色の目立つ色をしているのは、鳥や小動物に食べてもらうためである。木の実の目的は新しい土地に芽吹き、子孫代々まで生き延びていくことだが、そのためには種は移動しなければならない。すなわち、鳥やリスなど小動物に食べてもらい、新しい土地で糞の中に排泄される必要がある。だから見た目がいかにも美味しそうな赤や黄色をしているのである。生命科学では、私とあなたは 99.9% 同じ。なぜか。人の遺伝子を解読するヒトゲノム計画は1991年から始められ、2003年4月14日に完了した。現在、人の DNA 遺伝子配列情報はデータベースに蓄積され、インターネット経由で誰でも観覧できる。それによると、人の遺伝子はすべての人で、ほとんど同じ設計図であることが明らかになっている。ただ、0.1% だけ一人一人で違うことも分かった。つまりは、あなたも私も人として同じ遺伝子の設計図に載っており、個人差があるのは DNA の 0.1% に過ぎないということだ。逆に言えば、その違いがあるから DNA 鑑定ができるのである。電子レンジには強力な殺菌力がある。なぜか。電子レンジに入れると温度が上がるので殺菌は当然と思うかもしれない。しかしその殺菌力は
加熱によるものではなく、中を満たすマイクロウェーブが直接細菌の細胞を攻撃し、絶滅させる。例えば、付近に850万個の菌がいたとすると、30秒で3万6000個、1分で2600個、2分で1300個に減る。大腸菌なら2分でゼロになる。コーヒーが苦く感じる日は、ストレスが溜まっている。なぜか。味覚には甘み、塩味、酸味、苦味があるが、このうち甘みと塩味は生理的な条件に左右され、酸味と苦味は情緒的な条件、つまり気分に左右されやすい。生理的条件とは、スポーツで疲れた後に甘いものが欲しくなり、汗をかき、喉が渇いた時は塩分の少し入ったドリンクがいいといったこと。一方、情緒的な条件とは、気分のいい時にはコーヒーは美味しいが、ストレスが溜まると苦く感じたりすること。だから、いつもと同じお店なのに、コーヒーが苦く感じられる日は、強いストレスを受けている可能性が強い。コーヒー好きには肝臓がんが少ない。なぜか。厚生労働省がかつてコーヒーを飲む人と飲まない人の肝臓がんの発生率を追跡調査したところ、ほぼ毎日飲む人はほとんど飲まない人に比べ半分の発生率だった。また、飲む量が多い人ほど肝臓がんにかかりにくいことも分かった。調査なので、その原因は明確にされていないが、コーヒーに含まれるクロロゲン酸など抗酸化物質の効果ではないかと考えられている。酒飲みでもコーヒー好きの人には肝臓障害が出にくいという。フグの毒でなぜ巨大なクジラでもやられてしまうか。巨大なクジラでもフグの毒に当たると死ぬ。なぜならフグ毒は神経を麻痺させるからである。だから全身に神経が張り巡らされている動物は人間もイルカもクジラもみんなやられてしまう。一方、やられるような高級な神経を持っていないタコ、イカなどは平気である。毒を持っているのはアカメフグ、ヒガンフグ、マフグなど。1月から4月の産卵期には特に毒性が強くなる。なぜ海藻を食べると生活習慣病になりにくいか。海藻には水溶性の食物繊維が大量に含まれている。昆布やわかめがヌルヌルするのはアルギン酸などの食物繊維のせいである。日本人は奈良時代からこれら海藻を食べてきたが、これは世界でも稀な例だという。食物繊維が便通を良くし、大腸がん、糖尿病などの生活習慣病予防に役立つことは今や常識だが、洋風食生活は低食物繊維になりやすい。そのため欧米人には大腸がんや糖尿病が多い。
肉食好きは心してひじきの煮物、もずく酢、わかめの味噌汁、焼き海苔、大豆の昆布煮などを取るべきである。